はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の動きをたっぷりと解説したカペラノート2025年版手帳なんですけど、そちらの表紙も決まりました。ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄から詳細ページご覧になってください。で、このカペラノート実は予約受付のみになってまして、10月14日までのお申し込みいただいた方に11月末にお届けするという形になっています。そして予約してくださった方には手帳だけじゃなくて、実はいつも私がやってるこのタロットのこの置き方とかですね、読み方のスプレッドシートがダウンロードできるようなプレゼントもありますので、ぜひご興味ある方はよろしくお願いします。はい、では行きましょう。10月前半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス7の逆、ソード6、ワンド2、死神逆、ワンドナイト、ソード4逆、カップ7の逆、気をつけることや対策が鳳凰とソードの9逆と、オラクルはじゃん、カップのナイトです。優しさが来るって感じですね。まずちょっと10月前半の最もメインイベントはやっぱり10月3日の金環日食なんですね。前回9月に月食がありましたけども、この10月3日の日食があって、そして10月17日お羊座で起こる満月があって完成するみたいな感じの流れの今渦中にいます。そしてこの日食っていうのはすごくエネルギーが強いので、気づかないうちにちょっとだるいなとか眠いなっていうことあるかもしれませんが、実は何が起こっているかっていうと、この時非常に皆さんのパートナーシップにおける重要な学びが行われているところなんです。どのような学びが現れるかっていうのはそれぞれがね、それぞれの状況の中で起こるとは思うんですけども、星の流れ的に見ると10月前半っていうのは本当に本当の意味で人とつながるっていうことを分かるために起こる出来事なんだなって感じがするので、表面的に何もないですって言って涼しい顔で過ごすというよりは、本音で話をしていくとか、本音でぶつかっていくとか、本質的なつながりを求めた動き、それを自分に許可することによって変容していくんだなっていうのをすごく感じます。そしてカードで見た時にもまず一番最初にやっぱり人の優しさが届くよっていう風なものが来てるので、なんか相手が言ってくれたからこうとか、相手が受け入れてくれるからこうというよりも、もし自分から求めていけばその望みっていうのは入ってくるのかなっていう感じがしましたね。でそれとやはり10月の前半っていうのは獅子座の皆さんにとってはもう本当にコミュニケーションが活発な時なので、受け身でいるというよりは積極的に動いていく。そしてこれはコミュニケーションだけではないんですけど、行動もね、何かちょこちょこ動いていくとか、勉強するとか、自分の好奇心を満たしていく、フットワークを軽くしていくのはとってもいいよっていうふうにとってもいいよっていう時なんですけど、カードで見てもいいよって言われているっていう感じがしますね。ちょっとねカードで見ると入り口がペンタクスの7なので、どうやったらもっと生産的になれるかなとか、どうやったらもっと自分に価値を置けるかなとか、自信が持てるかなっていうことで、今の自分とか今の状況っていうものに少しため息をついてるみたいな感じがあり、そしてどうすればなんかもっと良くなるんだろうっていうふうに思い悩んでいるみたいな感じかな。どっから手を出せばいいかなみたいな感じ。本来持ってる自分のその行動力とかパワーっていうものが少しなんか隠れてるというか、全面的にそれを出すというよりも、どこにどうエネルギーを使えばいいのかなっていうことを思っているのかなっていう感じが出ていますね。でもカードはやっぱり星の流れ的にはね、宇宙の流れ的にはちゃんと進んでるんだよというふうに言われているので、ご自身が進んでいないかのように感じていたとしても、実は成長しているとか、実はちゃんと流れているよっていうメッセージだとも思いました。そしてまたね、ここにワンドの2っていうのが出ていて、
これもご自身の中でいろいろ迷うことがあったり選択したことがあったのかなと思います。こうしなければいけない、こうしたい、でもどうしようって言って考えて動いたことがあるのかなと思いますし、前回確かねオラクルに「です」って出たと思うんですけど、何かが終わるんだっていう、そして何かを終えられたのかなって感じもあります。ここでもう再生っていうカードが出ていて、やっと自分でこの今の状況を収められたとか、切り替えができたとか、気持ちの踏ん切りがついたとか、何かそういういい節目を迎えて新たな気持ちで頑張っていこうっていう感じがすごく出てます。そしてやっとなんかよしやるぞみたいなね、なんかこう頑張っていくぞとかエネルギーを燃やしていくぞっていうね、自分の中にある情熱に沿ってやっていこうみたいなのが出ています。でそれはそれですごく前向きでいいんですけれども、なんだか少し奥の方に冷たい水が流れてるみたいな感じで、表面あったかいんだけどそこの方がちょっと冷たいなみたいな感じがあり、なんとなくその情熱も自分がよし頑張るぞやるぞっていう風に頑張っていくのはもちろんいいし頑張れるんですけれども、その深いところにある何でしょうね、疎外感みたいな感じかな、言うならば。なんかそれが心の奥底で冷たい水として流れてるみたいな感じがありますよ。それがおそらくね、今こう全体に起こっている本当のパートナーシップっていうものを今学ぶ時なわけですよね。10月前半っていうのは獅子座の皆さんだけじゃないんですよ。もう全部皆さん全員がそうなんですけど、特に獅子座の皆さんは去年からねずっとパートナーシップとの関係性みたいなのがすごく強調されていたし鍛えられてきたと思うので、ここに来てまたかみたいな、そんなことが9月ぐらいにあったりとか、こうどうしようかなって考えさせられることもあったかもしれませんが、要するにそこが本当につながっているとか、本当にこう信頼関係で出来上がっているっていう安定感があれば、もっとすごいポテンシャルを発揮するみたいなね感じがあるんですけど、そこが今なんとなくご自身の中ではつながっていないかのように感じたり、信頼関係がこう薄れてきてるんじゃないかみたいな、そういった不安な、感覚が要するにちょっと冷たい感覚として流れてるんだろうなと思うんですね。でこれは一夜にしてじゃあ何かが変わるっていうのではなく、本当にこの10月前半、もうなんなら10月17日の満月に向かっていく学びとして、自分が本気で人と向き合わなきゃいけないんだよっていうことをなんか宇宙は教えてくれてるような気がするんですね。それができたらその心の奥の底の方にあるこう冷たいものが温かくなってきます、そこはね。でなぜなんとなく冷たく感じるかというと、ご自身がやはり他者のことを信頼していないみたいなのもあります。これも学びの一つですよ。土星というねものが今そういう動きをしてますので、本当のところで自分は受け入れられてないんじゃないかみたいな、そういったものを感じるからこそ、なんとかそこを埋めようとか、なんとかそれに向き合おうということで本物につながっていく、このプロセスの渦中なんですよね今。そしてご自身でそう決めたならそうなっていくっていう感じがあります。でまだカードでは、はっきりしない、何かがはっきりするわけじゃないんですよね。その信頼とか関係性っていうのは、はい私たち結婚しました、籍入れましただから大丈夫ですっていうわけではなくて、もっと見えないものとしてつながる感覚なので、そこがまだつかめないんだろうなって感じがするんです。もしくはおそらく去年とか大きな動きがあったと思うんですね。去年はもしくは今年もですけど、そこで得たご自身の感覚がこれで大丈夫なんだとか、これで頑張れるんだと思ったけどなんかダメかもって思ってみたり、でもやっぱりこれで頑張ろうと思ってみたりっていう、もうそこになんかこう疲れたよみたいな感じもあるんですけど、でも自分の気持ちの持ち方一つで、もしくは自分の行動や在り方一つで関係性って変えていけるのかもしれないみたいな期待というか希望というか方法みたいなのが分かってくるのかなって、ちょっと見えてくるのかなって感じがします。でもまだこれは見えてきてる、そうかもなって思ってきてるっていうところで、はっきりと何かこうですって言われてるわけじゃないんですよね。でこういうちょっとしたこういう状況の中でこそ言われているのが、ちゃんと優しさを受け取れるんですよっていうふうに言われてるんですよね。ちゃんと届くんだよって言われてるんですよね。これは宇宙の愛ですよね。星で見てもそうやって要するに動けば
巡ってくる、なんか行動すれば巡ってくる、出せば入ってくるみたいな、そういうのがあって、自分は伝えれば入ってくるみたいな、そんなこともありますし、決してコミュニケーション悪い時ではないのでね、そうやって自分は勇気を持って向き合ってみれば答えが来たみたいなこともありますし、実際はちゃんと届いてるんだよって感じがあります。もし誰かとの関係性の中で疑うことがあったとしても、それはもともとその人からの優しさがあるからこそ疑っているっていう感じで、ベースはあるんだよっていう感じで言われてますね。そして気をつけることは対策として言われているのが、ここでやっぱ鳳凰のカードとソードの9ということですごく対照的ですね。鳳凰っていうのはものすごい信頼感のもとにつながっている、コミットしている、相手にコミットしてるもそうだし、ちゃんと分かり合えている、精神的にも物理的にも長期的につながっていけるよっていうそういうエネルギーなんですけど、でも片やもう一つは自分がダメなんじゃないかみたいな、ちょっとこう悪夢を見て怖くなってるみたいなね、悪い想像をして、もしそうなったらどうしようっていうので急に力がなくなっちゃうみたいな、そんな感じがあるので、すごく要するにご自身の表面的には悪くないわけです。何も運勢も悪くない、状況もそんなに悪くない。だけど自分の心の中にある、本当に信頼されているのかとか、本当にそこの人とつながってやっていけるのかとか、そういった不安感みたいなものが自分をこうちょっと弱くさせているなって感じがあるんですけど、カードではちゃんと届いてるし、優しさ届いてるし、ちゃんとつながってますよっていうふうに言われてるんですね。でそれを要するに自分は信じたいかどうかですね。相手が自分の望むような行動をとってくれるわけではなく、自分がもう信じると決めるかどうかみたいな感じかな。ちょっとこれを踏まえた上でね、お仕事のことを見させてください。仕事に関してもこれは多分出ると思うんですよね、今来てるこの学びっていうのは。なので状況が自分を必要としてくれるならまだいるとか、状況が、上司がとかね、環境が自分をなんか昇格させてくれるとか、こうもっと認めてくれたらもっと頑張るけどなとかって思いそうな時ですよね。お仕事はストレングス、ムーン、マジシャンということで全部大アルカン出ましたね。すごくやっぱりもともとね持ってらっしゃるポテンシャルが高いんですよ。こう本当にやると決めたり、本当に情熱決めたら絶対やるみたいな、すごく強い情熱があるにもかかわらず、それを出しそびれているみたいな感じがあるんですね。で仕事に関してはまだスタートできないとか、はっきり決まってないから本当にゴーサインが出てないけど、ちゃんと自分の中で力を蓄えてるよとか、いつでもスタートできるようにコントロールしてますみたいな感じがあります。で状況がねちょっとまだ見えないっていう感じがあり、だからこそなんかこうスコーンとスタートできないみたいな思いもあるかもしれないですけども、ただお仕事頑張っていくんだっていうバイタリティに関してはもう抜群にあるっていう感じがしますね。温めておいてください、自分の中で。そして肥やしておいてください、その感覚を。いつでもできる、いつでもスタートできるみたいなね、そんな感じで力は十分にあるって感じがします。ちょっと人間関係見てみますね。ペンタクルスのページ、カップの2、ソードキングということで、人間関係やっぱ悪くないですよ、全然今ね、金星も誘い座に入ってますし、ちょっと疑い深くなったり、本当のとこどうなんだろうみたいなね、なんかそんな気持ちが湧いてきやすい時ですけど、今の目の前のことを信じてほしいって感じかな。この先ああなってこうなって、ああなってこうなったらこうなるしとかではなく、今の自分はどうなの、今の自分はこの人に対してどうしたいのとか、目の前にある現実に対して自分はどう対処するのということで話をしていってください。ぜひね向き合っていってください。それが一番の解決策な感じがします。はい、もちろん相手のことを責めたくなったり、何か文句言いたくなるってこともあるかもしれないんですけど、その奥には本当はつながりたかったんだよなっていう、その自分の素直な気持ちを自分で認めることで
なんか違うエネルギーでその言葉が出そうな気がするんですよね。ただ相手を責めるっていうだけではなく、違うエネルギーとしてこうしてほしいっていう思いだったりとか、具体的な策っていうものが出てくるような気がします。ということで、ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引かせてくださいね。ちょっとね、また12月までの残り3ヶ月の、動画を撮ろうかなと思ってますので、そちらでもまたどういったことに注意していけばいいか見ていきますけども、まずはちょっと10月の前半のねやつを見ます。はい、ラジエルさん出てきましたけどこのカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんもね、自分の直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。どうですか？何か感じますか？ジャスティスとかハーモニーということで、何かね、自分の中では公平にしなければいけないとか、これだけしたんだからこうしてほしいとか、そういう思いもあるかもしれないですけど、この長い目で見たり大きな視野で見たらちゃんとバランス取れてるよということで、何かしら解決に向かっていく流れがありますね。そんな感じがしました。なのでぜひその疑うというよりは、届いているエネルギーを信じてみて、自分がどうしたいかということで向き合ってみてください。はい、ということで今回ここまでしておきます。また次回すぐにね、次の動画アップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。